2025年になり、各チームの指導、そして新ユニフォームが話題になっています。今の時期、新鮮に目に映り、そして気がついた頃には馴染んでいる新ユニフォーム。そんな各チームの新ユニフォームのデザインに対するリアクションを見ていきましょう。というのがこの動画の本来の目的だったのですが、気の迷いにより動画の方向性がおかしなことに。とっとと動画のオチをご覧になりたい方はこの動画を15分40秒まで飛ばしてくださいね。浦和レッズ2025シーズンの浦和レッズのユニフォームはクラブの伝統と誇りを重んじ、モダンな要素とクラシックな要素を融合したグローバルクリエイティブデザインを採用。伝統の赤、白、黒のカラーコンビネーションを継承。洗練されたユニフォームイノベーションを用いてクラブのアイデンティティである赤、白、黒をユニフォーム全体でストレートに表現。スマートかつエレガントなフットボールルックで紳士的な印象を与える襟付きデザインを採用。2006シーズンのファーストユニフォーム以来となるセンターポジションにチャンピオンスターとクラブエンブレムを配置。シンプルなデザインだからこそ際立つよう考えられた仕様になっている。来年25年もう今年24年着ようかな。今年のやつよりもシンプルになってるね。今シーズンのワクワク感は全くなし。赤の発色はグッド。3シーズン前と同じ色。浦和そろそろ三菱自動車ムネスポに復帰してくれよ。日産の傘下に入ったから一生ないと思うよ。お尻スポンサー見つからなかったのか。ナイキデザイン安くあげたな。パチモンみたいだ。エンブレムとナイキマークが中央配置か。センターロゴは代表の真似か。変わり映えしないよな。これ毎年買えって言われてもさ。隣のパジャマも公式グッズか。ナイキはどんなにそのクラブに即したそれっぽいデザインのことを語っても結局テンプレ空張りでしかないところがきつい。なんか毎年これじゃねえ。新ユニシンプルでかっこいいじゃん。チームカラーが強調されてる。シンプルでかっこいい。新ユニ発表が年明けなら遅い。もっと早くしろと言われ年内に早めたらそれよりも先にやることがあるだろうと言われる浦和レッズ。東京ヴェルディ挑み続け感動を超え新たな時代へと突き進む。ヴェルディが新しい時代へ突破し成長する勢いを右肩上がりの柄で表現したブレイクスルー突破グラフィック。ファーストは V 字形状の連続で勢いと力強さ。セカンドはゴールドの光のラインでヴェルディの広がりを表現した左右非対称デザイン。始祖鳥のクラブエンブレムをユニフォームに採用。ポリクレストワッペンウレタン高周波立体設計。ヴェルディの方がいいな。いつも思うけどヴェルディのユニはかっこいい。日ガスは MS 明朝対応。ロゴに使うのやめて。カタカナなんて何使っても一緒だろわら。今年のユニってどこも無難なデザインやね。その方がいいけど胸元の V ロゴをやめて不死鳥のワッペンにしたんだな。 V ロゴもあれはあれでよかったがこっちの方が威厳は感じるな。木村雄大が10番か。ユニバカ売れしそう。緑×金色の組み合わせって高級感あるよな。日ガスのカタカナが全て台無しにしてるけどエンブレムでかすぎじゃないか。日ガスのロゴ昭和の匂いがする。アスレタのユニってかっこいいよね。緑に MJS っての見るたびにグリーンアーミーコーヒー思い出す。ガンバ大阪サッカーの伝統的スタイルの襟付きデザインを現代へとアップデート。シャープな襟形状で伝統的でありながらモダンなデザインに昇華させた。
チームコンセプトを反映した情熱とストライプを融合させたグラフィック。チーム、サポーター、スタジアムの熱気が一つに団結する様を表現。2005年リーグ初タイトルから20周年のメモリアルイヤーを記念し、ブランドカラーであるゴールドをアクセントに腕章に採用。少し青みがあってガンバらしさが表現されてるね。昔のガンバを彷彿させるのに新鮮。クラブとしては25年ぶりの襟付き。黒、ヤンケ。QR コードだけじゃなく、青島をバーコードにすればよかったのに。ガンバで襟といえばガンバサダー。襟付き松波さんを思い出す。ガンバのユニ、どんどん黒くなっていってるイメージ。もう青黒のイメージないよな。襟付きが流行りなの？どうせなら QR コードで来てる選手の移籍金等がわかるようにしとけばいいのに。伝統の青黒ストライプだけど斬新でかっこいい。襟はあんま好きではないけど、実物見たら買いたくなりそう。川崎フロンターレ。2025シーズンの川崎フロンターレのユニフォームは川崎レースをコンセプトに、チームカラーであるブルーとブラックを中心に配色したオリジナルデザイン。川崎市のクラブにゆかりのある場所の座標コードを使用し、トーナルカラーのストライプ柄に採用。クラブの伝統とベースを置くホームタウン川崎とのつながりをレトロクラシックに落とし込んだデザイン。今回のプロモーションでは川崎の秘密基地レースをモチーフにした空間にて、ユニフォームとカジュアルウェアのスタイリングでピッチとは異なる一面を表現している。襟、柏の昔のユニみたいだな。黒の方が締まって見える。首元のペナルティアークみたいな縫い目だけめちゃくちゃ気になる。シンプルレトロで素敵。マンチェスターシティぽいな。なぜかコンパニーの顔がガンだ。白いユニで寝そべってるイエナガを原始した。もしかして空前の襟ブーム？去年は襟に柄入れたり、今年は全体に同系統のカラー入れてみたり、なんか流行あるよな。町田ゼルビア。町田市の木、ケヤキ、ゼルコバの幹のように中心にまっすぐ伸びる濃い青色の太い線は、揺るがない結束と勝利へのぶれない心を表す。ゴールドのアクセントは選手たちが持つ輝かしい未来への希望、そしてサポーターとともに勝利を目指す意志を強調。これは冗談抜きでダサい。何これ？東南アジアのダサさ。謎の東南アジア感あるな。アディダスって2006年にこんなデザインしてたよな。20年前のセンス。めっちゃ長い紙エプロンやん。中央突破に弱そう。これは水かけられてる。よだれかけ延長。メーカーからいじめられてる。これは黒だ。怒った方がいいぞ。ウィーレのマスターリーグでこんなユニのチーム作ってたわ。なんで同じ青系で濃淡つけたのか。胸元の濃紺のライン、なんとかならんかったんか。表情も悲しく見える。町田って鎖骨スポンサーないの？販売用には鎖骨スポンサーある。こっちのはベースデザイン。なんでそんなものをモデル用に使ってるのかはわからない。よくクラブもゴーサイン出したな。ノズタへの賛同がモチーフかな。まあ動いてればそう気にならん気もする。こういうシーンって背景が水色の方がいいんだろうか。選手が来たら意外とかっこいいな。言っちゃ悪いが、この中島の画像が悪すぎるような。動画見てみたらそこまでだった。番号なし22,000円。1桁番号プラスネーム26,950円。2桁番号プラスネーム28,050円。黒田剛監督28,600円。
黒田剛監督、高え。お客さん、そいつを選ぶとはお目が高いね。番号なしで黒田5だけだと割高だから、なんか特別な感じになるのかな。背番号が5だぞ。なるほどな。わざわざ監督をチョイスするサポも少なそうだけど。コアサポには人気？黒田、ユニなんか着てたか？記憶にないが、だいたい白シャツに紺ジャケ。サイズ展開が縮小している？ヘンリーが一番似合ってるな。ちょっと派手かなと思ったけど、青が綺麗。もっとシンプルなユニフォームが良かったかな。2006年ドイツ大会の日本代表カン。また町田批判か。アルビレックス新潟。クラブを象徴するファーストユニフォームのデザインには、鮮烈なオレンジと深みのあるブルーのストライプを採用。新潟にとっては普遍的なデザインでありながらも、シャープで情熱的な一着となりました。セカンドユニフォームは同モデルをベースにしながらも、ホワイトを前面に押し出したカラーリングにロイヤルブルーのラインが洗練された印象を与えます。同じアディダスでも新潟はだいぶマシだな。いや、どっちも2000年代中盤の頃の代表のユニっぽい気がする。新潟のは毎年どこが変わってるかわからない。タサポからは同じに見える。結構違う。2023。2024。亀田もコメリも白い背景譲れんのかね。 J1 だともう希少になってきてるような。どんなにデザインが良くてもパートナーロゴが毎年バナー状なのが残念です。セレッソ大阪。2025シーズンのユニフォームコンセプトはセレッソファミリーとして再びパートナーシップを組むミズノとジャパンブランドとしての意思を表現。必勝文様の鞘型からインスピレーションを受け、セレッソ大阪のイニシャル CO と桜の花びらを融合した新時代を象徴するグラフィック。鞘型が意味する九段長久は共に過去を歩み、これから先も脈々と受け継がれていくサポーターとのつながりを表す。さらに日本伝統の和服の前合わせに倣い、プライス仕様の襟形状にアクセントを加え、より和の世界観を引き立たせる細部にもこだわったデザイン。少し暗くなった？セレッソも毎年そこそこ変わってるんだろうけど、キーキ以外はよくわからんへんか。セレッソのユニフォームは去年も今年も良い。右肩スポンサーのヨドコウが縁なしロゴにしてくれればなおのことよかったのに。ジェフとセセッセは可愛い子が着てると可愛い。セレッソのユニはもうちょいサイドを落として桜色にすればかっこよくなるのに。去年は見るからに天がだったからな。今季のアディダスのテンプレ自体がダサいからな。いくらダサいユニフォームでもチームが勝てれば印象は良くなるから。代表の名彩ユニだってあれでドイツ、スペイン撃破してれば印象変わったはず。秘宝新ユニフォーム発表した RB 大宮アルディージャオレンジ要素大幅減退。球感速乾性に優れたアンダーアーマーのユニフォームは選手に最適なプレー環境を提供し、あらゆる動作を快適にします。シルエットは体にフィットしていて、選手のパフォーマンスを最大限に引き出します。オーセンティックユニフォームのエンブレムは立体的なワッペンが施されています。これが買われるってことや。かっけえ。 J1 より豪華じゃねえか。大宮駅通るのはシールだけど。クオリティすげえな。この1回しか使われない映像なのに。モーリスの
跡形もないな。つか、どこ行ったん？本かける大々のレッドブルはモータースポーツ感あるから強そうに見える。ずっとオレンジベースだったから違和感ある。しばらくはサポ石はオレンジと紺で入り混じるのかな。徐々に赤成分高いオレンジに変えていくんだろうな。3年後には完全に赤。ゴールデンウィークの国立アウェーとかどうなるんだろう。牛の位置がもうちょい上だったらリアルにもうニューゲームができたな。肩のオレンジが角みたい。さて、この動画は本来数チームの新ユニフォームを紹介するという動画で終わるはずでした。しかし今季絶対に見逃せないユニフォームを見つけてしまったので、こちらも紹介したい。それが J3FC 琉球のユニフォームである。見る限りすでに少し面白いような気がしないでもないが、このユニフォームの進化はその背中スポンサーにある。それがこれだ。ミュージアム。そしてこのユニフォームの誕生は新たな争いの火種となってしまった。このユニフォームが誕生したことにより新たに生まれた因縁の相手とはギラ・ワンツ北九州。このチームの背中スポンサーは TOTO。この両チームということで、どのチームも賛否両論って感じですが、去年からそうですが、襟がトレンドなのでしょうか。そのせいか、例年よりちょっとどのチームも新鮮に見える気がします。批判的な意見もありますが、シーズン終了後には各デザインともまた違った感想を持つこととなることでしょう。まあとりあえず新シーズンを楽しみに待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。